私の人生の使命みたいなところ、自己表現って言われたんですよ。満足して世の中にもなったかもしれない。ハッピーだったら世の中うまくいきそうですよね。そうですそうです。フォーチュンワインは本当にこう女性向けだし、本当にいいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は表参道にガレット屋さんなんですけど、フォーチュンワインのメッセージカードを作ってくださってるアーニャさんとランチをしてます。よろしくお願いします。アーニャさんです。アーニャさんはね、先生術、星読みをされていて、私も先生術はすごく自分の指針にしてるので、アーニャさんにも見てもらったりして、自分のこの年のバロメーターとか、この月はこういう風にしていこうとか、なんかちょっとそのエネルギー調整っていうのかな、自分の例えば新商品発売はこのタイミングがいいなとか、そういうのも結構先生術を使って自分のそういうスケジュールとかリズムを考えたりしていて、バロメーターっていうのかな。そうですね。そこを知ることっていうのは結局自分の人生を豊かに生きるってことにもつながるから、その人に合うワインっていうのが私はなんかやっぱあると思ったんですよね。その年の運勢というか、その星座の方に届けたいメッセージを同梱してるんですね。それをアーニャさんに監修してもらってるんですけど、このメッセージにリンクしたワインをセレクトしてるので、この一杯をそのメッセージとともにその方に合うワインなので飲んでいただけると、その1年をこういう年にしようとか、今中盤とかで飲んだら確かにこういう年だわっていうのを受け入れてまた頑張ろうとか、そういうきっかけにもなってくれたりとかするかなと思って。フォーチュンワインも3年目なので、なんか結構毎年楽しみにしてくださってる方もいたりして、改めていい商品ができたなって思って、ありがたい。予習と復習みたいな感じでいただくといいような気がします。自分のバースデーが来る前に開けるのと、自分のバースデーが来る前にメッセージを見て、実際過ごしてる時ってそれ忘れちゃうじゃないですか。本当にそうで、私ね、だから今日ね持ってきたんですよ。自分のフォーチュンワインを。すごい。なんか今日は改めて皆さんにも見せたいし、実際どういうものが入ってるのかも開けたいと思って持ってきたんだけど、正直私これ自分のだけど忘れてて、メッセージ忘れるんですよ。忘れるのね。どうしてもこう毎日がみんな忙しいから生きてると、その時って開けた時って思ってもしばらくすると忘れて、そうなんだ。改めてアーニャさんの目の前で答え合わせ開けたいと思ってます。後でいいですね、いいですね。答え合わせをすると、なんかすごいこうおーってなんかなります。いや、そうなんですよね。先生術って天気予報だと思っていて、人生って晴れの日もあれば曇りの日もあるし、じゃあどう過ごすのかでエンジョイの仕方が変わるというか。でも本当にそう思う。あると思うんですよね、その星って。この人はその星に生まれたっていう、その人はこういう生き方をするとか、その人一人一人の使命とか役割とかってやっぱ絶対あるなって思って、そこにあんまり逆らわずに生きた方が自分らしく生きれて気持ちも楽なのかなって、そこを受け入れるというか、いい意味で諦める。めっちゃ雨降ってる日にやめーとか思っても絶対やまないから、なんかその雨の日の過ごし方とか楽しみ方とかをこうちっちゃな幸せを積み重ねていくことが多分こう人生じゃないですか。いや本当そう。雨だったらじゃあこういう風にしようとか、それはそれ全てが意味があるんですよね、きっと。出会いとかもそうですよね。いや本当そうですね。なんかどうしても会うようにスケジュールとか立てたくなっちゃうけど、必ず会えるから委ねる力が必要ですよね。アーニャさんに初めて見てもらった時、私は自己表現が使命だって言われたんですよ。私のその人生の使命みたいなところ、自己表現って言われたんですよ。私それすごいその時響いて、まさにその時悩んでたんですよね。授業を始めて、それこそ 4,5 年ぐらいのタイミングで初めてこの商品作りたいっていう気持ちでビジネスがしたいみたいなよりは、こういう形でワイン楽しんだら良さそう、自分がそういうの欲しいなみたいな気持ちで始めたから、
今 4,5 年経ってくるとちょっとビジネスっぽくなってきてたんですね。自分のやりたかったことだけど、でもこうやってビジネスになっていくことが果たしていいんだっけ。それこそ数字の話とか、例えば知り合いの人に会ったりしても相手が経営者だったり男性だったりとかすると、今どれぐらい売り上げてるの、利益率どれぐらいなの、今社員何人のとか、その経営者同士の話みたいな、自分にはすごく違和感があったから、私ってちゃんとやれてないのかなとか、そんなことも答えられない経営者ってダメかなとか、そういうふうにいろいろ思ってた時期でもあったんですよね。でもその時にアーニャさんにその自己表現が私がやることですって言われて、あ、これ自己表現じゃんって思えたんですよ、シンプルに。これはマイアムっていうブランド名も自分だし、自己表現でしかないじゃない、みたいな。で、私は自己表現をやっていたんだなって言い訳なく思えたって。ビジネスやるって世の中人のためにやってますとかいうのが会社だと思ってたし、そういう風に外の目ばっかり見ないといけないというか、外の目から見てたんですよね、自分も。でもなんか改めてそれ聞いた時に、自己表現だわみたいなドンってね、ドンってきて、で自己表現って認めてあげようと思ったんです。例えばやり方とかも世間のやり方の、会社の法人のやり方にのっとられる必要もないし、自分のやりたいように自分が生きるための、自分の生き方じゃないですか。やっぱやりたいようにやらないと意味ないんだなとか。でだからそこでなんかそのパッケージとかもちょっと変えたりしたんですよね。そうなんですね。今みたいにちょっと女性的にしたりとかも多分その頃だったと思う。そうなんですね。もともと結構黒い箱で金の文字とかで、全然想像つかない。高級感、ワインっていうイメージっていうのかな。それで私はやりたいことはどっちかというと女性がの生き方とかにやっぱ興味がすごく、自分も悩んでるっていうのもあったし、興味があって、女性とワインみたいなコンセプトにあったから、色とかも変えたんですよ。ビジネスの前に一人の人間っていうか、自分の生き方どういうふうに生きたいか、結構女性ってそっちじゃないですか。例えば会社を上場させたい、そこがゴールっていう人ってそんなにいるのかなと思って、なんかそれよりも充実した生活とか、なんか豊かに生きるみたいな方を選ぶ人、女性の方が多いのかなって。なんかこう育児もしたいしとか、子育ても仕事もしたいし、その美容とか健康とか美味しいものとか食べて楽しく生きたいみたいな人が多いんじゃないかなって。女性性がマルチタスクな気がします。男性性が割とこう目指していく感じ。だからこう女性も一時こう目指していく感じだったけれども、本来のこう女性性にみんなが戻ってきてるんじゃないかな。なんかこう人生をもっとなんか成果を達成するとか、数字出すとかじゃなくって評価されるとかじゃなくて、満足して生きるっていうのが世の中にもなったかもしれない。やっぱムーブメントってやっぱ女性から作られるから、そこになんか舞さんはキャッチしてたんじゃないかなと思います。なるほど。男の人はほら成功したらそれが許されるみたいな感じじゃない？そうかも。女の人はそんなことなくて、やりながらマルチタスク。でもそれはすごいコロナの時に思った。確かに。リモートとかもさ、やっぱ男性はお仕事オンリーだけど、女性はその間にご飯作ったりとか子供のことしたりとか、なんで女性ってマルチタスクなんだろうって思った。けど男性でもそういう人はもちろんいるけど、私はそういうこう女性性のある人の方が会社では評価されてなかったりとかして、それがちょっと前だったんじゃないかなって。でももう変わってきたんだと思うんですよね、時代が。でもやっぱりなんかさっきアーニャさんが言ってた、満足する生き方みたいな、その言葉でめっちゃなんか私響いたんですね、さっき。よかった。私もそのさっき話したみたいに、その女性は違うなっていうのは思ってて、その男性みたいにこれを成し遂げたからハッピーなのかっていうとそうでもないなって思ってたけど、じゃあ何を目指してるのかなっていうところを言語化まだできてなかったけど、その満足する生き方ってすごいまさにそれかなってさっき思って。
満足っていい言葉だなってさっき思った。満ちる、満足して生きること。でもその満足の愛ってみんな違うから、あと年齢によっても違うから、その満足の器を知るみたいなのも大事かも。あとは自分でしか満たせられないじゃない。だからその自分で満たす、最終的にはみたいなのが大事かなって思う。確かにその満足は人によって違うから、何が満足なのかが違う。だからいい言葉だなって。自分にとっての満足って思える時ってあるじゃないですか。あれが多ければいいわけですよね。人生に。そうちっちゃくてもね、ちっちゃくてもつぶつぶでいっぱいあったらとてもハッピー。なんかそれをたくさん増やしに来てるのがなんか生きるっていうことなんじゃない？そうですよね。微生物みたいな感じ。ね本当にそう。そうだから今日はこのガレットにシードルを合わせることがもう本当に満足。テラスで気持ちいい東京のお天気の中ねランチするの超満足って感じです。全てが揃った満足。今すごい満足。ありがたい。ありがたい。でも本当にそういうことですよね。こういう時間がね毎日過ごせたらハッピーだし。あとはなんかそれをさしていいって許可することだと思うのよ。我慢しないっていうか、もう節度は持ってると思うからみんな。だからこう自分にプレゼントするというか、それも優しくすることとかいたわることだからすごい大事。そのいたわる方法もみんな違うから。ね、だから自分を知ってそうで一番知らないから、知るツールとしては、やっぱりホロスコープっていうのがすごくいいなって思う、本当にそう。いや本当にアーニャさんとだって会ってないかったですもんね。私出産してから会ってます。もしかして会ってないね。そうなんですよ。いろいろあった。そうですよね。話してもないじゃないですか。見てもらってないから。だから結構私は強くなった気がする。そうだね。この数年で、もちろん母になって、そうですね。お母さんになったっていうこともあるしね。それは最強ですよね。いや母最強だなって思いました。産んでみて。母最強。女性ってやっぱすごいなって。女性はすごいですよ。思った。だからね、世の男性はもっと女性を大事にすべきだなと思いますね。確かに。女性がハッピーだったら世の中うまくいきそうですよね。そうです。本当そう思う。なんか舞さんのフォーチュンワインは本当にこう女性向けだし、すごい本当にいいと思います。ちょっと改めましてアーニャさんです。倉田アーニャです。アーニャさんのちょっと自己紹介。はい。占星術、星読み、ムーンチューンズアストロロジー、倉徳アーニャです。ホロスコープを読んでおります。元ナースでございます。マイアムワインのフォーチューンワインを12星座監修を担当させていただいております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがね、そのフォーチュンワインっていうワインなんですけど、ここの中には1杯分のワインが1本だけ入っていて、星座ごとにその年のホロスコープ、その年のメッセージをアーニャさんに作っていただいたものを元にそれに合うようなワインをセレクトして形にしてます。これが私お羊座なので今日自分のワイン持ってきたんですけど、ここの星座の名前と、ここの色が星座ごとに12種類違くって、この色は星座のラッキーカラーになってます。お羊座は赤になっております。ね、これなんで赤とかなんでお羊座これみたいなのってあるんですか？あるんです。こう12星座ごとに、12色の色が配置されていて順番になってるんですけども、ちょっとマニアックな話をすると、チャクラ、体の中のエネルギーゾーンの色とまたイコールになってたりします。お羊座のチャクラのカラーは一番こう下の第一チャクラで、こうルートチャクラ、根っこのチャクラと言われてて赤なんですね。でも12星座は一番上から降ってくるから、お羊座が赤なんですよ。人の体では下が赤なんですけど、星になると上から赤が降りてくる。
へこういうエネルギーの交差が起こるんですね。じゃあその例えばお羊座は私赤のラッキーカラーはどういうところに使うのがいいとかあるんですか？一人ずつホロスコープによって違うんだけれども、お羊座といっても1度から約30度まで性質が違うんですよ。なのでちょっとずつ色味も変わってくるんですけど、赤の中でもそうこれみたいな感じになります。でもお羊座っていうくくりはくくりで一応赤。で体の部位でいうとこう顔、頭、耳っていうのがお羊座のエリアになってきます。じゃあ赤いイヤリングとか。そうですね。赤いサンゴのピアスとか、赤いリップとかすごいいいと思います。そうなんですね。改めて開封していきたいと思います。はい、ちょっと開けてみます。じゃあオープン。はい、こんな可愛感じで。いですよね。開けるとこういう風になってて、もう星がねキラキラキラって巡ってそうなんですよね。周りにあって、でここにまずメッセージが入ってます。お羊座のメッセージ、心の安定を取り戻しましょうっていうのが、今年のテーマなんですけど、その下にもねいろいろな細かいメッセージが書いてあって、でこちらがその下にこうワインがあります。これがこのメッセージに合わせたワインになってるんですけど、ちょっと改めて自分のねまいさんメッセージ何だったかなってぜひ読んでみてください。12星座のメッセージをそれぞれ書かせていただいてますが、書いてる私ももう忘れてたのでね。いやでも本当にもう合ってるっていうか、そういう年だなって思いますね。そう、心の安心を取り戻しましょうって書いてあって、温かな居場所があるからこそ頑張れるっていうのが結構私今テーマだなって、今年に入ってすごい体も意識し始めて、それこそピラティスヨガとか瞑想とか寝る時間をなるべく取ったりとか、体にいいものを食べるようにしたり、あとそれこそ一人の時間を多くしたり、心地のいい時間を過ごす、心地いい時間を過ごせる人といるとか、結構そういうの意識してってるんで、今年まだ途中っていう感じなんですけど、でもそうかも本当に。羊座さんはここにいていいよっていうこう不動な安心感みたいなのをぐっと感じられるとめちゃめちゃ飛躍できるっていうのが今年なんですよ。ここにいていいよか。ここにいていいよ。でもやっぱ人って生きることって結構アウェイなことが多いから、自分のホームが豊かだったら頑張れるじゃないですか。確かに。そのホームを豊かにしようねっていうテーマで書きましたっていうのを思い出しました。なるほどですね。どうですか、それを聞いて。いやまだだなって、まだ途中だなって思いました。やっぱまだ5月だからかな。確かにそれをテーマに今年行きたいなって思いつつ、それに向かっているような気もしつつ、でもまだだなみたいな感じかも。でどうしても安心できる場所ってすごい大きいイメージを持っちゃう人が多いんだけど、ちっちゃくっても大丈夫って思えるところが本当のコンフォートゾーンだと思うから、それね、大きい小さい別としてそんな場所を作れたら。でもそれもそうですね。だからそれもしかも場所とも限らないかもしれなくて、例えばさっき話したクアラルンプールと東京の行き来が心地いい場所っていうわけじゃないんだけど、生き方みたいなのを確かに今年見つけたかも。なので今年ね、東京にも拠点を作ったりして、こう2拠点にしようって改めて思ってて、でそれが自分にとって一番合ってるなって思えたから、それもあるんですかね。全然ありですね。通常1個でしょみたいなのがみんな持っちゃうけど、そうじゃなくて、それが自分の安心っていう。確かに、安心っていうふうに思うかも。やっぱりこっちに家作って安心ちょっとできたんですよ。そうするとやっぱ人ってこう頑張れる、帰れる場所があると頑張れるみたいな。確かに、超わかる。すごい。それがね、お羊座さんは今年1年かけて固めていったりとか、それがあるから頑張れるから、安心できる場所はどうみたいなことを問われることが多いんじゃないかなと思います。そうかも。なるほどね。めっちゃいい表情ですね、まいさん。いやすごい。でもなんか腑に落ちた。腑に落ちました。
そんな占いさせてもらってますってすいう。ごい。さすがです。いやとんでもない。そうでね、このお羊座さんのこの今のメッセージに合わせて選んでるのがこのジュブレ・シャンベルタンっていうワインですね。このワインは田辺さんがセレクトしてくれてるんですけど、これもなんでこのワインを選んだかっていうメッセージがちゃんと中に書いてあります。書いてあるんですね。これも今見て思ったのが、このジュブレ・シャンベルタンってもう本当にブルゴーニュの中では有名なワインだし、最高峰っていうか、もう本当に素晴らしいワインだし、ワイン好きの方だったら誰もが知ってると思うし、本当に素晴らしいワインなんですけど、で今その不動の地位というか、を築いてるワインなんだけど、まあ、そこに至るまでにはもちろんいろいろな努力があった。ここにも書いてあるんですけど、今では世界的な名声を誇るこのワイン産地もかつて何度も苦しい時代を経験してきましたって。で天性のポテンシャルを生かして世界最高峰のワイン産地として不動の地位を築いていますが、時代が移りゆく中また新たな局面を迎えています。ここからさらにステップアップしていくために、この一杯を飲んでこのジュブレ・シャンベルタンみたいになりたいなっていう気持ちと、そこに至るための努力とかチャレンジとかね、惜しまずやって、まあでもこういう風になれたらいいな、なりたいなと思いながらこの一杯を次のステップを考えながら飲むとかね、すごいいいなって。でこのワインがまたそういうワインなんですよね。そうなんですね。それがまた田辺さんも素晴らしいなと思うんだけど、このやっぱジュブレ・シャンベルタンは一口飲んだらこう美味しい、染み渡るみたいな、余韻も長くて、でなんかその、見た目もルージュみたいなすごい綺麗な赤色なんですね。めちゃくちゃ綺麗ですもんね。そうでこれもだから赤っていうのもまたいいなと思ったんだけど、本当に綺麗なルビー色なんですよ。日に当たるとすごい綺麗なレッドで。そうでこれを、見てもやっぱり見ただけでもやっぱ美しいなっていう感じがするし、でそれで香りもラズベリーとかイチゴとかシナモンみたいなのもあったり、ちょっとアールグレーっぽい感じもあるんですけど、そういうような香りも癒されるし、でもなんか力で飲むとでもちょっとシルキーなタンニンもあって、ちょっと力強さも感じるんですね。で余韻も長い。だからなんかこう完成されたすごい素敵な女性みたいな感じなんですよね。なんか男気もあるみたいな感じ、だけどエレガントみたいな。だからそれを感じながら飲めるワインだなって思いました。本当にいいですね。これもまた素晴らしいなと思って、でもそういうねメッセージとこのワインを、一緒に楽しめるセットとして最高ですよね。最高ですね。改めて聞くと期待最高ですね。これは、お羊座さんのフォーチュンワインになるけれども、実は今年はこのみんなこのお羊座さんのメッセージ的な要素をみんなが感じてるんですよ。確かに、そういう風に言ってる人多いかも。それはなんでかっていうと、ホロスコープの中にも答えはあるんだけど、全てが新しくスタートしていくっていうのが今年でもあったから、このお羊座のフォーチュンワインを飲むことで自分もこうみんなが感じてるエネルギーを感じるっていうことも一つ楽しみにできるかなと思いますね。なるほど。なのでちょっとイヤーワインとしてお羊座はおすすめです。そういう飲み方もいけるんだ。いけると思いますね。今やっぱアーニャさんのお話聞いててもやっぱワインって生き物だなって改めて思ってて、飲んで感じるじゃないですか。そういったワイン独特じゃないですか。そうですね。ビールとかってなんか飲んで美味しいけど、何かをすごい感情的になるとかあんまないですよね。ワインはやっぱり飲むことによって何かそういった思い出を思い返したりとか、ちょっとロマンチックな気分になったりとか、夢を見たりとか、元気になって勇気づけられたりとか、なんかそういう感情が動く飲み物な気がしてて、それをやっぱこうメッセージとかが後押しして感じられる、感じながら飲むとよりいいというか、飲んで、それこそ本当にフォーチュンワインですよね。フォーチュンが巡るようなワインになるからいいなって。そうですね。こう自分の中にあるこう幸運の種とか星が飲むことでまた巡って開いていくような気持ちですね。
本当にそう。改めてめっちゃいい商品だなってですごいいいですよ思いね。ました。なんか植物からワインは作られて、そして熟成されて、その中でもストーリー、時間の経過があるから、でそこでまた星とつながってっていう、なんかこうすごく空と人となんか大地をつなげるのがなんかこのフォーチュンワインだなって思って素晴らしい。毎年書かせていただいて、本当ありがたい限りいや本当に毎年やっぱ楽しみだしね、楽しみにしてくださってる方もいるし、これをねご自身のためにも大切な人のためにも、今年はねなんだろうみたいなおみくじ感覚もね、そうですね、あるし、年の初めだけじゃなくこうやって中盤にね、このタイミングで自分のねフォーチュンのワインを飲んで見てもらうのも答え合いいんわせもいいじゃないかな。あとさっきちょっと話したその反対側の星座もいいし、今年のおすすめはお羊座のフォーチュンワインと、あと6月から幸運の星って言われている木星ですね、ジュピター、木星が獅子座に移動するんですよ。で木星は1年間をかけて獅子座を経過するので、もう獅子座とこのお羊座のフォーチュンワインをちょっとスパイスとして途中で飲んだりするのもすごくいいなと今思いました。おー素晴らしい。ちょっと獅子座のワインも、要チェックですね。要チェックですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか他言いたいことありますか？言いたいこと。そうですね、フォーチュンワインが飲んでどんな感じがしたのかとかを、なんかコメントで知れたら楽しいですよね。なんかもしねフォーチュンワイン飲んでくださった方とかいらっしゃったらぜひ教えてください。そういうの確かに伺えると嬉しいかも。ワインはその感覚にこう響いてくる生きた飲み物だと思うので、星も生きて美容じゃないですか。共鳴が知りたい。確かにそういう風にね実際飲んで受け取ってどう感じたかとか、どういう変化があったかとかね、聞けると嬉しいですね。ぜひぜひ。あともうデザインが可愛いからね、本当に可愛いデザインを楽しんでいただきたいなと思います。フォーチュンワインまだ試したことない方はぜひ試してみてください。ぜひ。はい、じゃあアニャさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。